皆さん、ビプラって知っていますか？よく知らない人が可愛いを目標に作るとこうなりました。モデルです。よろしくお願いします。今回はこちらのビジュアライズスタンダードスレッタマーキュリーを制作します。女の子のプラモデルは初制作ですが、美少女プラモデル、通称ビプラと呼ばれるみたいですね。とにかく可愛いを目標に制作したいと思います。では箱を開けていきます。ランナー数は6つです。パーツは少ないですね。パーツはかなりしっかり色分けされています。台座もついています。これは嬉しいですね。この顔のパーツには目と眉がすでに印刷されています。初心者やデカールが苦手な方に優しい仕様ですよね。印刷されていない顔パーツもあります。表情の水転写デカールも豊富です。制服の金色部分はエンボスシールがついています。エングレービングシールというらしいですが、ものすごい綺麗ですね。通常シールも付属しています。今回はこちらも使用したいと思います。ではパーツをカットしていきます。両刃のニッパーで大まかにカットして、片刃のニッパーで2度切りしていきます。カーブがかったパーツが多いので無理せずカットしていきます。パーツは少なかったのであっという間にカットできました。次に仮組みです。仮組みは割愛しますが、組むとこんな感じになりました。いや、思った通り想像以上のクオリティですね。もうこのまま完成でもいいレベルです。とても可愛いですね。キャラクターのプラモデルってここまで進化してたんですね。本当驚きです。仮組みで分かった合わせ目の確認です。紙は合わせ目の隙間が大きくて大変そうです。服のつなぎ目は服正方的には正しいのですが、消した方がスッキリしそうなので処理します。ブーツも消してみます。あと、ハロがモナカ構造ですね。次に加工です。まずは合わせ目処理をしていきます。ズボンは接続パーツをはめ込んだまま接着します。一番簡単な加工ですね。胸の部分の合わせ目も接続パーツが隠れるのではめ込んだまま接着します。この手の加工は楽で助かりますね。ブーツの合わせ目も接続パーツをつけたまま接着しました。これ後で気づいたんですが、ブーツの内側色違うんですよね。塗り分けが難しくなったので、ブーツの内側は黒色にします。胴体下部分はこの黒いパーツの関係で後はめ処理が必要です。下からはめられるように白いパーツのダバーヌの下部分に穴を開けます。三角棒やすりで穴を整えておきます。穴はやや小さめから試した方がいいです。ここはただはめるだけですが、ヒンジ部分だった場合は穴が大きすぎると機能しなくなる可能性があります。黒いパーツがはまるかチェックします。パチンと音が出ましたね。モデル的には完璧だと思います。改めて白いパーツを接着します。問題の紙の合わせ目です。ここの合わせ目は隙間がかなりありますね。接着剤では無理だと判断しました。そこで今回こちらのカラーパテを買ってみました。こちらは高粘度のパテと接着剤が混ざったものみたいですね。あらかじめ接着剤で紙パーツを接着しておきました。合わせ目にカラーパテを埋めていきます。こんな感じでいいんでしょうかね。デコボコしている部分は乾いた後ヤスリで調整したいと思います。ハロの合わせ目も加工します。何気にハロの合わせ目が一番難しくて、この耳の部分の良い後はめ加工が見つからなかったので、耳をつけたまま接着します。次にヤスリ掛けです。キャラクターは曲線パーツが多いのでスポンジヤスリがメインになります。ヤスっていてこれは時間がかかりそうだなと思いました。そこでスポンジヤスリを等間隔にカットして、こちらのペンサンダーを使ってヤスリ掛けします。かなり久しぶりに使用します。両面テープでスポンジヤスリを貼り付けます。800番を使っています。安全に削れるし、仕上げも同時にできます。高速なので時間短縮になります。結構綺麗になったんじゃないでしょうか。服はカーブが曖昧なのでペンサンダーで処理するのにとても適していると思います。細かい部分にはスティックヤスリを使用します。ペンサンダーで細かいシワの凹凸がなくなったら大変ですからね。丁寧にヤスります。紙のカラーパテにはスポンジヤスリを使用しました。これは100均の1000番なのですが、使用感が800番くらいでとても使いやすいです。
次に筋彫りです。一箇所を筋彫りします。服の両袖にラインが入っているのですが、上腕部分が弱いです。柔軟性のあるガイドテープを貼ります。最初に毛書き針でなぞります。この部分はとんがっていて作業が難しいです。続いて筋彫りカーバイト 0.4 で彫ります。これもすごく難しいです。テープが一部欠けたのですが、もう少し厚みのあるテープの方が良かったかもしれません。なんとか彫り終えましたが、想像以上に大変でした。次に塗装です。下地には水性ホビーカラーのサーフェイサーホワイトを使用します。キャラクターは発色がとても重要ですので、黒と金のパーツ以外は全てホワイトにしました。まずは一番気になるカラーパテを使用した紙から塗装します。コンプレッサーは前回の製作から L5 を使用しています。空気圧がしっかりしているので塗装はかなり安定します。だいたいトリガーは半分くらい倒しています。1回で塗装してもいいですし、液だれを防ぐなら2回に分けた方が安全です。パテの穴埋めはうまくいってますね。良かったです。接着剤で固定したパーツも塗装します。こちらもうまく合わせ目が消せてますね。水性サーフェイサーはラッカー系よりも合わせ目を隠しづらいので、丁寧な下処理が必要になります。肌の部分にも塗装します。このホワイトは今後の肌グラデーションのベースになります。黒と金のパーツにはサーフェイサーブラックを使用します。ブーツはもともと黒くてよくわかりませんが、合わせ目が消えたのが確認できればいいです。次にカラー塗装です。ここから本番です。まず髪の色を調色します。モンサレットと小豆色を1対1で混ぜてベースカラーにします。スペアボトルに入れて少し多めに作っておきます。では塗装します。下地がホワイトなのでとても鮮やかな色合いです。わかりづらいですが、上部分は塗装少なめで下に行くほど多めを意識しています。多分これだけでも少しはグラデーションになると思います。いい感じです。小さいパーツは普通にベタ塗りに近いですが、うまく塗装できるようになれば下地のホワイトを活かして一段グラデーションができそうですよね。髪留めにはマスキングをして塗装します。続いて小豆色のみ塗装します。先ほどより暗い色なので髪の下部分や影になりそうな部分に塗っていきます。細吹きにチャレンジしたのですが、ものすごい難しいですね。0.3 ミリの口径ですが、上達すればうまくできるのでしょうか。無理をせずグラデーションをつけていきます。微妙ですがまあいいでしょう。グランプリホワイトとモンサレットを混ぜて明るい部分を作ってみます。比率は適当です。多分1対 0.3 くらいですかね。アクセントに使いたいので軽く色を重ねます。これは結構わかりやすいグラデーションになりましたね。続いて肌部分です。ベースはオレンジ、薄茶色、グランプリホワイトです。スレッタの肌は少し褐色ですよね。肌は下地のホワイトを特に活かしたいので塗装する量をかなり意識しました。これは足ですが、両サイドに多めに塗装しています。わかりやすいグラデーションだと思います。顔も塗装します。端から中心にかけてグラデーションするように意識して塗装します。こんな感じになりました。薄茶色とブラウンを調色して肌の暗い部分を作ります。このパーツは太ももですが、ズボンに隠れる場所や膝裏を重点的に塗り重ねて暗いグラデーションを作っていきます。陰影が出てきましたよね。顔も同様です。両サイドや顎の下、前髪に隠れる部分を暗くします。かなり雰囲気出てきましたよね。お腹とお尻にもグラデーションをつけます。いや、かなり綺麗に塗装できたけど、これ全然見えないんですよね。残念。ハロはオレンジとオレンジイエローで調色しました。だいたい1対 0.1 くらいですかね。次に単色塗装です。服の白い部分はグランプリホワイトを塗装します。黒い部分はスモークグレーです。他に服の裏地の下地にも使います。塗装回数が減らせて少しだけ作業短縮になりました。ヘアバンドはティターンズブルー2です。モデルはこの色結構好きですね。服の金部分はシンプルにゴールドです。服の裏地もゴールドで塗装します。マスキング塗装を確認しておきます。ゴールドは良さそうですね。髪留めの方はちょっと失敗していますね。この程度なら筆塗りで調整可能です。すべてのエアブラシ塗装が終わりました。ここまでサーフェイサーを入れて13色も使っています。そんな風に見えないのが怖い。次に墨入れです。ダークグレーを使用します。今回は光沢系のカラーが多いので墨入れが楽です。
いい感じと思ったのですが、乾くととんでもなくムラになりました。これでは厳しいので安定の墨入れブラックを使用します。ダークグレーがムラになる原因はよくわからないですが、グレー系の攪拌に何か問題があるかもしれません。顔料の特徴はいろいろ覚えていきたいです。すし彫りした部分にも墨入れします。しっかりラインが作れました。次に筆塗りです。まずはエナメル塗料のフラットブラウンを紙に塗装します。紙の影になる部分に塗装します。ぼかし用に墨入れブラウンを使いました。使い方としては変なのですが、筆が汚れても気にする必要がないので楽です。暗い部分が強調されてかなり立体感が出ましたね。ブーツのファスナー部分にはフラットアルミを塗装します。紙留めには水性塗料のペールグリーンを塗装します。細かいのでちょっとずつ塗装します。マスキングではみ出した部分も同時に修正しました。次にデカールです。ここが一番の力の入れどころです。というのも、今回この既存デカールは使わないからです。可愛いを追求するため、こちらの無地のデカールシートを使ってオリジナルの表情を作っていきます。公式イメージを参考に目と眉を作ります。ドット単位で調整していきます。ちなみに使用しているのは Photoshop CS6 です。シェアウェアでモデルはユーザーですが、フリーソフトウェアでも同じようなことはできると思います。銀部とか良いかもですね。とりあえず3サイズ配置します。余ったスペースにはテストでいろいろマークを配置します。コンビニでプリントしてきました。結構綺麗に印刷できてますね。付属のデカールと比べるとこんな感じです。ちょっと目の青が暗めに出ましたね。シート保護のためトップコートを拭きます。使用するのはスーパークリア光沢です。ラッカー系のトップコートですね。スライドしながら塗装します。3回吹き付けました。ラッカー系の缶スプレーは屋外でやることをお勧めします。室内だと相当匂いがきついです。表面に光沢が出ました。乾燥したらデカールをカットします。カットには赤ちゃん用爪切りバサミを使います。小回りが効いてとても便利です。目と眉の間は間隔をキープしたいので残します。では貼っていきます。デカールのりを塗布しておきます。公式形をプリントして比率確認用に使います。中間サイズを貼りました。貼ってみましたが、ちょっと目が大きい印象ですね。小さめのサイズを貼ります。かなり合っているような気がします。両目を貼りましたが、目のハイライトが左右反転したせいで位置的におかしいですね。デジタル処理のタイミングで気がつきませんでした。筆塗りで調整します。このデカールシートでは白が印刷できないので、目の白い部分にエナメルホワイトを塗装します。本当は筆塗りを撮影したかったのですが、精密すぎて撮影の限界でした。ということで撮影はせずに片目だけ塗装しました。一気に目のボリュームが出ましたね。次に顔にチークを入れます。100均で本当のお化粧セットを買いました。明るいピンクをのせてみます。目尻がちょっとピンク色になりましたね。もう少し暗めのピンクをのせてみます。これで結構色がついたのがわかります。このチークは落ちやすいのでトップコートを塗装して定着させます。次にトップコートです。全体に水性の艶消しクリアを塗装します。肌は半光沢の方が良さそうなんですが、水性塗料の上に水性の艶消しを塗装すると若干光沢気味になるんですよね。なんででしょう。次にエングレービングシールです。なるべくきれいにカットしたら台紙を剥がします。貼り付けたら上からこすりつけます。その後にピンセットで上のシートをゆっくり剥がします。剥がしたら綿棒などで整えます。なかなか綺麗ですね。通常のシールも貼ります。肌のシールはそのまま使います。これで十分ですね。他にヘアバンドにもシールを貼りました。それではこちらが完成したスレッダマーキュリーになります。では簡単なレビューです。まずはカラーです。今回初めてグラデーション塗装をしましたが、綺麗にできたと思います。基本的に水彩画と似ていて、明るい色から徐々に暗い色を重ねていくといいかなと思いました。
エアブラシを使ったグラデーションはまだ慣れていないので上達していきたいです。今回使用した塗料はこちらになります。今までの制作で最多になりました。肌や髪はかなり色を使いましたが、その分深みが出ました。次に加工です。合わせ目の確認です。かなり綺麗に消せたと思います。髪はカラーパテで埋めましたが優秀ですね。服は凸凹が曖昧でも自然なのでかなり楽でした。ブーツや春の加工も綺麗な仕上がりです。筋彫りで服のラインが自然になりました。しかしこのとんがった部分の筋彫りは本当に大変でした。オリジナルデカールの確認です。単本印刷と比べるとこんな感じです。似てる似てないは置いておいて生き生きとした印象になりました。目は少し大きめですが、結果的に可愛いスレッダが誕生しました。次に比較です。仮組みと完成を比較します。もともと完成度が高かったので、パッと見の印象は同じですが、じっくり見ると違いは出たと思います。特に目の印象は強いですね。いかがでしたか？今回は美少女プラモデル、通称ビプラを制作しました。いろいろ初尽くしで挑戦的な制作になりましたが、キャラクタープラモデルは作る過程もかなりテンションが上がるので、また制作したいです。ではまたのご視聴よろしくお願いします。それではまた。